そうです。皆さんこんにちは。シンプルな伊藤です。僕はもともとマレーシアに住んでいましたが、転職を機に帰国しまして、神奈川の会社に転職したはずが、新規事業で沖縄移住を命じられた32歳です。この日は中古車を購入して、その納車日だったので車を取りに行く動画となっております。車を買ったのは約1ヶ月前で、だいたい納車に1週間くらいと言われたんですが、予定日の前日にまだ目処が立たないという連絡が来まして、ずるずると納車日が遅れてしまい、結局1ヶ月ぐらい先になってしまいました。さらにこの納車に向かう1時間前に、クレジット決済ができなくなったから現金のみということを言われて、急いでコンビニに卸しに行きました。中古車は特にこだわりもなく、10年落ちの N ボックス、価格は65万円だったので、コンビニに急いで65万円を下ろしに行きましたが、コンビニの ATM が1回で20万円しか下ろせず、4回に分けて下ろすという非常に面倒なこととなりました。バスの時間も迫る中で、なんとここでまたエラーが発生しました。楽天銀行の ATM 引き落としが1日に50万円が上限ということで、引き上げる場合はサポートセンターに電話する必要がありました。急いで電話し、その日のうちに上限額を引き上げてもらいましたが、その際にいくらまで引き上げますかという質問に、80万円までお願いしますという65万円よりちょっと多めに見せる、相手からは何も気づかれない入園を張ってしまったことを非常に恥ずかしく思います。これも全て当日現金払いにしてきた中古車屋さんのせいということにしておきましょう。中古車は沖縄市というところで購入したのですが、僕が住んでいる那覇からだいたい2、30キロ離れており、納車日は移動手段がなかったので、バスと徒歩で中古車屋さんに向かいました。ここでそもそも沖縄の移動手段についてお話ししていきたいと思います。ご存知の方も多いかと思いますが、沖縄の鉄道は地下鉄などはなく、ユイレールというモノレールが1本走っているのみです。そのユイレールも那覇空港からだいたい浦添あたりまで、ちょっとした観光にはいいかもしれないんですけれども、がっつり沖縄移住して暮らすとなると自家用車が欠かせません。正直移住する前までは、とはいえ車なくてもなんとかなるっしょと思ってましたが、これが舐めてました。もともと東京に住んでいる時は人形町という場所に住んでいたのですが、人形町では東京メトロの最寄り駅が3駅あるというハイパー利便性マックスだったため、どこか行くにしてもとりあえず東京メトロに乗れば30分以内でどっか行けるという感じでした。最悪歩いてもそれなりの場所には行けたため、沖縄来ても歩けばいいんじゃねと思っていましたが、そうではなかったです。沖縄はそれぞれの施設の間隔が広いので、移動するには車移動がマストになってきます。そう思うとかなりマレーシアの感覚と似ているので、そういう意味ではギャップは少なかったんですけれども、なので沖縄に住んでいる方は一家に1台、いや1人1台車を持っている勢いです。しかし移住した直後はどのくらい車を利用するかもわからなかったので、とりあえずタイムズカーシェアを登録してやりくりしていました。ただこれは結果として大きく間違えていました。仕事での使用はもちろん、プライベートでもちょろっとしたお出かけだったり、なんなら徒歩5分のコンビニやスーパーも車で行くという、車があったら必ず使っちゃうという生活になってしまっていたためです。
タイムズカーシェアの利用料金が1ヶ月で3万円を超えるという、買った時より高いんじゃねという謎現象が起きていました。それならば中古車を買おうといろいろなお店を見に行ったわけです。今話題の中古車販売のお店にも行きましたが、そこでは僕がだいたい50万円ぐらいの車を探しているんですよねというリクエストに対して、50万円でボロい車を2年乗るよりも150万円で買って2年後に100万円で売る方がお得ですねという実質50万円プラン、みたいなものを用意されました。これは本当にそうなのかもしれないし、専門家の言うことはちゃんと聞いた方が良かったのかもしれないんですけれども、このような営業をされた瞬間に僕は一気に車に構えてしまうという非常に良くない性格なので、その後永遠と150万円のハスラーたちを見せられた時間は本当に無駄時間で、相手の時間も無駄にしてしまったなと非常に反省しています。そんなこんなで高速ど真ん中でバスを降りた僕は歩いて大通りまで出て、そこからタクシーを拾い中古車屋さんまで向かうことにしました。僕自身車というものに対してほとんど知識もないので、実際この10年落ちの N ボックスの65万円が高いのか安いのかわからないんですが、65万円がお財布からなくなったのは事実なので、やはりこの移住というものはいろいろとお金がかかるなと感じています。詳しくは計算していないので、よくわからない部分はありますが、東京からマレーシアに移住した時よりもマレーシアから沖縄に移住してきた時の方がお金は確実にかかっています。これは今回のような車を買ったり、あと家財道具一式をゼロから揃えたりする必要があるからです。マレーシアでは基本家具家電付きの家だったり、移動はグラブという安いタクシーを利用していたので、戻ってくるときはゼロから揃える必要があり、今回だけで約200万円近くは使ったのではないでしょうか。これから海外移住を検討されている方は、行く時のお金はもちろんなんですけど、帰ってくる時のお金というのも視野に入れるのがいいかもしれません。それなりのお金はかかってしまいましたが、ただそれ以上にこの沖縄という土地に魅力を感じますし、仕事面でもいろいろなできそうな予感はしているので、次回以降今の仕事だったりこれからについてお話しできればなと思っています。話はそれましたが、無事に納車された車を見ると個人的には非常に満足しています。やはり多少の古さは感じますが、特に不自由もなく、これでいいかと、いやこれがいいかといった感じです。車も手に入れたことですし、時間も気にせず行動範囲が広がりそうなので、その面では今から少し楽しみなところではあります。そんなこんなで、今回は沖縄に移住して、初めて中古車を買ったよという動画でございました。こんな感じで毎度沖縄移住に関する動画を上げていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。以上、シンプルナイトでございました。この信号を右です。